皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、字幕付きのポッドキャストは YouTube で聞くことができます。オンラインで会話練習がしたいという方は、プライベートでオンラインレッスンをやっています。概要欄からチェックしてください。皆さん、今日もお元気でしょうか？私はとても元気です。ちょっとバタバタとしてるんですが、というのも週末、大阪に土曜日、日曜日と帰る予定で、その前に仕事を終わらせたり、家事を終わらせたり、なんかやりたいことを全部やらなきゃと思ってたら、すごくバタバタしております。皆さん今日はどうお過ごしでしょうか？サンクスギビングね、お祝いしてる方も多くいらっしゃるかもしれませんね。今日はですね、日本語で You はどうやって言うかというお話です。先日ですね、何回か会話練習を受けてくれた生徒さんと話してる時に、その生徒さんがね、あなたは週末何をしましたか？と質問をしてくれました。で、あなたは使わないで、ダメよっていう話をしたんですよ。で、その生徒さん、そうなんですか、すみませんって言って、ひよりさんは週末何をしましたかというように言い換えて、質問をしてくれました。これはね、you とか、あなたという単語をよく使う言語が母国語の人によくあることですよね。最初戸惑うんじゃないかと思います。教科書とかでも習ったかと思うんですが、あなたというのは日常生活であまり使いません。あなたって、特に相手をよく知ってる時にあなたはって言うとすっごく距離を感じるし、時には失礼な印象を与えることがあるので使わない方がいいと思います。時々ね、夫婦で特に奥さんが旦那さんを呼ぶときにあなたっていうことはあるんですが、私は言わないし、あんまり聞きませんね。じゃあ、あなたじゃない言葉でどうやって言うって言ったらいいんですかっていう話ですよね。よく皆さんが習うのは、お名前を呼びましょう。ひよりさんとか、ケンさんとか、ジョンさん、何でもいいけどお名前を聞きましょう。なので、名前を知るっていうのは、日本の文化ではすっごく重要なことですね。で、あとは職業。例えば先生って言ったり、なんかラーメン屋さんがとか、お店の名前を言ったりとかね、ラーメン屋さんがさ、この前さ、みたいな話をしたり、そうね、消防士さんがとか、お医者さんがっていう職業で呼ぶこともありますね。私は個人的にレッスン中に先生って言われるのがあんまり好きじゃないんですよ。ひよりさんって呼んでもらえるのが嬉しくて。なんでかっていうと、やっぱり先生って言うと、私が先生、そして生徒さんは生徒さんっていうこのなんというの、関係性がはっきりしちゃう。特に日本文化で先生ってやっぱ生徒より上の立場と思われることが多いですから、いや私はそんな上と思われたいとかないので、お名前で呼んでもらえると嬉しいですね。じゃあ例えばね、道を歩いてて前に歩いてる人が
携帯を落としましたとか、もっと小さいもの、ハンカチを落としました、例えば。で、落とした人が気づいてない。で、その人に、ハンカチ落としましたよ、これあなたのですよね。って声をかけたいとき、どうしましょう。あなたって言いたいけど、あなたって言っちゃダメ？でもその人のこと全然全く知らない。もちろん名前は知らない。職業だってわからない。すごくランダムな知らない人。どうしますか？そういった時、私だったら、もし若い人が落としたとしたら、お兄さんすいません、これハンカチお兄さんのじゃないですか？って言ったり、若い女の人だったら、お姉さんこれ落としませんでしたか？お姉さんのじゃないですか？って言ったり、ちょっとその人の属性というのかな、その人の見た目やちょっと難しいけど年齢的なところを察知して言葉を選びますね。おばあちゃんおじいちゃんとかは結構簡単ですよね。自分よりかなり年上に見えて、自分のおじいちゃんおばあちゃんと同じぐらいの年齢かなっていう時に、おじいちゃんおばあちゃんって話しかけます。これは自分のおじいちゃんおばあちゃんじゃない場合でも、名前を知らない人だったら、おじいちゃんお元気ですか？とか言ったりしますね。これはね、感覚的なところだから、じゃあひよりさん、女性とか例えば何歳の人までお姉さんって呼んだらいいんですかっていうと、いやそれはちょっと失礼に当たらない範囲で考えて選んでください。大抵の場合、自分より年上の女性でもお姉さんって声をかければ失礼に当たることはないと思います。結構年が離れてるなっていう場合は、お母さんっぽい人、だったらお母さんとか、子供が一緒にいらっしゃるなっていう場合はお母さんって言ったりしますよね。これはね、難しいよね。で、本当にもうどうしたらいいかわかんない、どうやって声かけたらいいかわかんない場合は、あなたに当たる言葉は言わなくてもいいです。ハンカチ落とした例だったら、すみませんってもうあなたに言ってますよっていうのが直接的に分かれば、お兄さんお姉さんおばあさんおじいさん言わなくても、私に声をかけられてるなって分かりますから、もう言わなくて、ごめんなさい、スマートフォンのバイブが鳴りました。そうですね、言わなくても大丈夫ですよ。面白いですよね。そういう言語の大きな違いだと思います。特に日本語ってあなたに当たる言葉がなかったり、誰に話しかけてるか、誰の話をしてるのかっていうのが、明白であれば、明らかにわかるんであれば言わなくてもいいですよね。ということは、誰の話をしてるのか常に考えながら話を聞かなきゃいけないという、難しさもあり、面白さでもあるかなって思いますね。皆さんの言語、皆さんの母語の中には、あなたという言葉ってありますか？日本語のようにいろんな言い方ってありますか？どうですか？ぜひコメントで教えてください。では今日は以上です。今日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またね。